今日もスーパーに来ました。するとなんとタツノオトシゴが売ってました。ガリガリに痩せ細っていて運命を感じたので持って帰って家族にしたいと思います。はい、帰ってきました。今回はタツノオトシゴちゃんとこのヨツハモガニちゃんを飼育していきます。いやいや、みんなちょっと待って、スーパーにタツノオトシゴはエグいやろ、さすがに。まあ俺の視聴者さんなら大体の人がタツノオトシゴ食べたことあると思うけど、まさかスーパー行った時にねこの子たちがいるとは思ってなかったわ。とりあえずエアレーションしてきます。はい、エアレーション完了。一回ねこの子たちがお怪我とかしてないか体の様子を見たいんで観察しやすい容器に入れてきます。あーよかった、みんな怪我とかしてなさそうで体の欠損とかもないです。タツノオトシゴはタツノオトシゴでもこの子たちはサンゴタツちゃんって言って日本には8種類ほどタツノオトシゴちゃん生息してるんだけど、そのうちの1種類。見た目は魚っぽくないけどがっつり魚で国内に分布してるタツノオトシゴの中では最も体が小さい。みんなちょっと見てほしいんだけどかなり痩せてお腹がさガリガリになってますよね。実はこのタツノオトシゴちゃんたち歯も胃もないから食ったそばから流れてく超燃費悪いお魚なんですよ。だから四六時中餌を食べてないと餓死しちゃうんです。自然界では海藻とかにひっついて流れてくるオキアミだったり横エビを食べてるけど、生き餌は高くて入手も不安定なのでタツノオトシゴは基本的には冷凍されてる餌で飼育できる状態にしておきたいんです。でも天然のタツノオトシゴは生き餌しか食べない個体が本当に多くて、まずそこが最初の難関。家庭とか水族館で飼われているタツノオトシゴちゃんたちはブリーダーさんによる冷凍餌の餌付けが完了してて冷凍餌めっちゃ食うんだけど、この子たちは餌付けされてないから飼育がめちゃくちゃ大変だと思うけど絶対に餌食べさせて元気にさせたる。ヨツハモガニちゃんはこの子以外生き残ってなくて、この子ね足とか欠損してるんだけどこの子もね大切にねこれから飼っていく。じゃあね早速水槽作っていこうと思います。今回使っていく水槽がこちら、中古で買った45センチのオーバーフロー水槽です。みんなね45センチって分かりにくいと思うんでヤシガニと比較するとこんな感じ。このオーバーフロー水槽の仕組みって簡単に話すとこの水槽本体とはまた別で水槽の下にろ過専門のお部屋がある水槽です。まずメイン水槽のお水がここから下に落ちてって、そうしたらここからお水が出てきてこのまずウールマットで大きな汚れを除去します。ウールマットってホームセンターでも売ってるアクアリウム用のほらこのモフモフのやつ。ウールマットである程度綺麗になったお水が下に落ちてこの下にあるろ過剤でお水をさらに綺麗にしてこの右の部屋のポンプでお水を上に戻すっていって感じです。このオーバーフロー水槽の強みなんだけど下の方にろ過層がある分水量を多く確保できますよね。それとこういう外付けのろ過フィルターよりこういったろ過剤たちを圧倒的に多く入れられます。だからオーバーフロー水槽の方が普通の水槽より水質が安定しやすいんだよね。では次海水作っていきます。人工海水の素これをバケツにぶち込んでいく。人工海水にもいろいろ種類があって僕が普段使ってるやつはネットとかホームセンターで買える100リットル海水が作れて1000円ぐらいの安いやつなんだけど、今回はちょっといい人工海水使っていきます。インスタントオーシャンです。生き物にとっての栄養成分がバランスよく含まれてて質の良い人工海水。海水作る時に食塩じゃダメなのって思う人もいると思うんだけど、食塩じゃ生き物は飼えません。食塩は生き物が生きていく上で必要な栄養成分が全く含まれてなくて、人工海水には栄養成分がたくさん含まれてる。こういったホームセンターとかにも売ってる安い人工海水だからって生き物を育てられないわけじゃなくて、基本的には安いこういう人工海水プラスこういった栄養剤を定期的に水槽にぶち込んでいくイメージです。じゃあまずカルキ抜きぶち込んで軽く丼アタックして人工海水を入れていくと、オララララオラララオラでよくかき混ぜます。お水をかき混ぜ終わりましたら次にこちらこの比重計で塩分濃度を測っていくんだけど、比重計同士でたまに誤差があるから僕はね4つぐらいで測ってます。まあ本当デジタルの方がね一発で分かりよし。これで比重計に水入れまして、このね白い矢印に空気の玉がついちゃうと海水の比重が変わって見えちゃうのでちょっとしっかり空気の玉を落としてこうやって比重を見るわけですね。そうすると 1.022 ですね。これでしっかり海水できてます。海に行かなくても水道水に人工海水をぶち込むだけで簡単に海水ね今は作れます。よっしゃ海水入れていきます。おら4つ。はい、海水ある程度入れ終わりましたら次はですねもともとあるウツボちゃん水槽からお水を少しいただきたいと思います。こんな感じでこんな感じで完璧なお水を新規で立ち上げた水槽にぶち込むことによりより早くねお水が完璧な状態に近づくんだよね。じゃあラスト完璧なお水入れます。はい、海水完璧にできました。あとはこちらライブロック。これも目に見えない微生物がたくさん住んでる生きた石でお水をきれいにしてくれる効果があります。これも入れていく。あとみんな見てこれかわいいでしょ。長海ちゃんって言うんだけどライブロックについた苔とかを取ってくれるお掃除要員です。刺さり心地はド M には嬉しい痛気持ちいい感じです。
海藻も入れていきます。この海藻はもつれ見る初心者におすすめの最強の海藻で、弱い光でも育つし、どんな水質でも育ちます。ここの海藻の部分にタツノオトシゴちゃんが巻きついて安心して過ごせると思うからね、今回これ買いました。あとは海ぶどう、ヘライワズタ、タカノハズタを入れてきます。それでこういう海藻を水槽に入れるととんでもないメリットがありまして、海水の中の硝酸塩やリン酸などの生き物には悪い成分を吸収してお水をきれいにしてくれるんだよね。さらに僕が大好きなコブヒトデことチョコヒトデちゃん入れてきます。この子たちを入れますとタツノオトシゴの残飯食べてくれるから水槽のスーパースターです。あとクモヒトデも入れる。この子も残飯食べてくれます。ちなみにね、クモヒトデって生で食べると食感が悪いじゃがりこみたいで意外と美味しいです。あと今回サンゴ砂は敷いてません。普段甲殻類とか飼う際は足場にもなるからサンゴ砂敷いてんだけど、タツノオトシゴは視覚で餌を認識してて、サンゴ砂敷いちゃうと下に落ちた餌とかがサンゴ砂と被って餌見つけづらくなるから、今回ねサンゴ砂は敷かないぜ。では次にタッツーちゃんたちお水合わせしていきます。すごいホースに絡みついてる。ほんと何にでも絡みつくんやな。チューブの片方をメインの水槽に入れましたら、反対側の穴から中の空気を吸ってあげると重力で水槽の中のお水が上から下に落ちてきます。はい、中の空気吸って水が今出てます。丁寧にお水合わせしていく。よーし、みんな1時間かけてサンゴタツちゃんたち水合わせ完了しました。早速水槽に入れてきます。もうね2日は餌食べてないと思うんで本当に心配です。さっきこの中で冷凍餌あげてみたんだけど見向きもしてなくて、広い適した環境に入れてあげたら冷凍餌ももしかしたら食ってくれるかもしれないから、早速入れてきます。じゃあみんな入れてくよ。ほら下だよ。四つハモガニちゃんも入れてく。もうね寿命が近いのか、もう足のね節々が折れちゃってるんだけど、あとね目もないんだよね。もともとこのカニは寿命がだいたい1年ぐらいだから、もうね寿命が来てるのかもしれません。あ、いっちゃった。おー、海藻にしがみついてる。まだまだ元気だね。まだまだ生きてもらうよ。おー、みんな見て、タッツーちゃん海藻に捕まってくれてます。めちゃくちゃいい感じ、落ち着いてるし、もう一匹のタッツーちゃんも呼吸は早いんだけどなんとか元気そうです。サンゴタツちゃんは日本に幅広く生息してまして、主にアマモ場、海藻であるアマモが生い茂った場所によくいるお魚さんなんだけど、自然界にいる子たちは無限に生きたプランクトンが流れてきて餌に困らないけど、水槽にいる子たちは1日に最低2回は餌やりをしないといけません。少ない餌やりでは餓死してしまいます。あとは水質悪化に非常に敏感で、これがタツノオトシゴ飼育が少し難しい理由です。すぐにね餌やり開始します。餌はこれ、冷凍イササミ網をあげます。ほら書いてるでしょ、タツノオトシゴなど海水魚全般。タツノオトシゴに限らず他のねお魚も大好きな餌です。まず小さい容器に海水少し汲みまして、そこに餌を入れていきます。そうしたら次にこのスポイトで餌をね吸ってあげて、そうするとスポイトの中に餌が吸い込まれるんだけど、これをタッツーちゃんの口元前持ってって食べてもらうといった感じで餌あげます。もう一匹は反対側にいるけど、餌いってよ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 。反応してる反応してる反応してる。めっちゃ痛いめっちゃ痛い。食え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 。食わない。いやお腹空いてるんでしょあんた。いやマジ食わんな。いや見てる見てる見てるけど食べないか。いや本来お腹空いてたら追っかけて食うぐらいね結構ねアクティブなんだけど。でよ餌いってよ餌いってよ餌いってよ。お反応してる反応してる。お見てる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 けど食わないな。食わないマジで食わない。食え食え。あすごい、四つハモガニちゃんが頑張れ頑張れ頑張って食べて。足ないのに頑張って食べてる。足の関節外して全部。おタッツーもタッツーが見てるタッツーが見てる。まあ、多分いつか食べれるでしょう絶対に。あみんな見て、タッツーって左右の目がプリクラで撮ったみたいにでかいし、別々に動かすことができて効率よく餌探したり天敵を見つけやすくすることができるんだけど、根気よく生き餌と交互に冷凍餌あげれば食ってくれると思うんだけどな。よーし食べなかったんで残りの餌はすぐ回収します。こういう残った餌とご飯粒は残しといていいことないからね。回収ったら回収。じゃあみんな早急にタッツーちゃんに餌食べさせなきゃいけないということで、今ね通販サイト見たらちょうど在庫切れだったんで、家からね2時間半の近所の場所にちょうどねタッツーちゃんの餌が売ってて、今から爆速で行ってくるぜ。タッツーちゃんのためなら俺はどこにでも行くぜ。はい買ってきたぜ生きたイサザミ網。イサザミだ。見えるこちらが生きたイサザミ。オキアミに近い甲殻類の一種です。この子たちは汽水湖や内湾沿岸の浅い海に生息してまして、植物プランクトンやデトリタスを餌としてて、もうこの子たちがいなかったら水辺の生き物が全ていなくなるぐらい魚類甲殻類の食を担ってる存在では、皆さん早速餌あげていきます。タッツーちゃんたち仲良く2匹そこで固まってるね。ほれ反応してる反応してない反応してない反応してる反応してる。めっちゃ反応してるめっちゃ反応してる。うわー息が違うだけど食ったー。待って食った待ってやっと
みんな。食った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 。1匹。やったー。餌来てる餌来てる餌来てる。うわー、おお、はいやってか。吸い込め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 。全然吸い込めてないよあんた。頑張れ。おい、何してんねん。ほら、食ってる食ってる、しっかり食ってる。おお、タツノオトシゴって、ほら、こんなバキュームみたいに吸っちゃって、吸引力がすごい、ダイソン並みだ。みんな、このおちょぼ口、口は大きく開けないけど、餌を約1000分の6秒の速さで吸い込むことができるみたい。普通にね、1日餌食わないだけで弱って餓死するやつが、口の吸引性能だけ課金しすぎやろ。これが皆さん、生存力より吸引力を選んだ魚です。ダイソンよりダイソンしてるかもしれません。すごい、みんな、タッツが餌食うときさ、おー、来た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 。吸引の音がバコーンって聞こえるんだよ、水中でも。ほら、あんな大きいのも一瞬で吸い込めちゃうんだもんね。あとね、紹介し忘れてたんだけど、この子琉球ムシロガイちゃんも入れてて、この子はね、残飯臭に敏感で、残飯臭感じ取った瞬間に駆けつけてきて速攻で餌食べてくれる。タッツーの水槽にはね、こういう餌食べてくれる要因入れた方がいいわ。てな感じでみんな、あれから5時間が経ちました。生きてる餌と混ぜてまた冷凍餌再チャレンジしていきたいと思います。タッツーはね、5、6時間空いたらまたお腹すぐすくんで、よいしょ、どうだ。この調子で生き餌と冷凍餌をミックスさせて、死んでる餌も少し動かして生きてるって錯覚させれば絶対食うと思うんだよね。今日はちょっともう食わなさそうだね。ってな感じで餌が少し余ったんで、僕の愛する家族たちに今から餌をあげていこうと思います。見てみんな、この子イシガレイの赤ちゃんです。可愛いでしょ。僕が産んだんですよ。てめえら全員残したら炊き込みご飯行きじゃけえの。おー、一発割ってきた一発割ってきた一発割ってきた。いいねいいね。本当に何でも食うんだよこの子たち。この子たちを養うために働いてると言っても過言じゃないからね。このイシガレイちゃんは幼魚が春の寄水域でたくさん見られて最も身近なカレイの一つ。成長するとマックス50センチぐらいあって、マテガイ、アサリ、スカ何でも食うからね。さすらいのグルメハンターです。いや、あと丈夫でめっちゃ人慣れするんだけど、余裕持つなら90センチ水槽あれば買えますね。ってな感じで今後の動画にも定期的にねこの子たち出るので、ぜひともね成長具合楽しみにしておいてください。よっしゃみんな、あとこの水槽にいる子にも餌あげてくんだけど、どこにいるか分かりますでしょうか。超見えづらいんだけど、この子わかる？超ちっちゃなマダコ飼ってて、まだこの子動画にしてないんだけど、またねこの子もいずれ動画出します。ほらほら、来た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 。あ、なんかさっきカニ食べてたんだよ、この中にいた。来て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 る。あ、食った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 。ほら、足で器用にね餌をつまみ取って口に運んでます。本当にマダコはね賢くて、これからね僕いろんな動画出していくんで期待しておいてください。はいよ。食った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 。うわ吸い込む速度えぐい。おお、めっちゃ食うね今日。おい、おお何でもかんでも食うね。こらこらお前。この子はねうちで飼ってるタラバガニのフロリンなんだけど、この時期で水温8度とかでやってるから結露しちゃってお世話がなかなか大変ですね。除湿機もフルでかけてる感じ。僕ね一人暮らしなんですけど、家族 6、7 人ぐらいの電気代多分かかってます。あ、落ちた。おお、そっちじゃないそっちじゃないそっちじゃない。あんたが何してんの。そっちそっちそっち。そう相変わらずに咲くの下手だわ。ほら結構ね身入り良くなってめちゃくちゃ元気になったんで、ほんと大きく成長してほしいです。もう掴んでも餌離さないぐらいにはめちゃくちゃ元気だからね。ロブタン餌だよ。下その下。そう僕ねロブスターも飼ってまして、この子ロブタンって言うんですけど、生粋のハサミ野郎で、もうほんとただのザリガニなんですけどめちゃくちゃ可愛いし元気。あとね懐いてね餌くれると思ってねどんどん寄ってくるのよね。それから僕は根気強くタツノオトシゴに餌をあげました。餌も変えてみたり、水質にもこだわって水替えも定期的にやる。栄養剤も入れてみたり、レイアウトも変えてみました。そうして3週間が経った頃でした。いや、そうだ、いつもここまで行くんだよな。あ食った生き餌ずっとあげてて、冷凍餌も交互にあげてたんだけど、今日やっと初めて食った。めっちゃ嬉しいんだけど、最高、マジで嬉しい。生き餌さ本当に売ってない時もあって、1日とかね餌あげれない時もあったから、こうやって冷凍餌食ってくれたらもうね安定して餌この子たちにあげれるよね。頑張れ。
くっ。みんなやったぜ。この子も餌食ってくれた。今見えたかな。ちょっと価格本当悪かったんだけど、カメラの奥でしっかりカツンって音が聞こえて、しっかり冷凍餌食べてくれました。いやみんなここまでマジで長かった。いや今日ね本当にたまたまアミノ酸とビタミンが入ってる栄養剤を普段の餌に入れてあげてみたら餌食ってくれたんだよね。もう試行錯誤マジ大事だわ。みんな見てよ、この1ヶ月本気で育てたから、最初の頃と違ってお腹もぷっくりしてて、なんならこう見るとさ、最初お迎えした時より少し大きくなってない？あんなスーパーの瀕死の状態からよく頑張ったよ。ってな感じでみんなここまで動画見ていただいて本当にありがとうございました。このタッツェちゃん2匹のお名前募集していきます。コメント欄にね1人何個でももうどしどし書いちゃってください。また次の動画で会いましょう。イエーイ。